成長100%。ついに、育ちましたな。よかった。これで俺は、生きることができそうだ。回復量は、25だ。いや少なくね皆さんこんにちは。ゆっくり研究員のレイムです。ヨウムだよ。ゆっくり博士のマリサだぜ。労働者のイバンだ。ここが氷エリアにあった、洞窟だな。食料あればいいなと突っ込んでみたが、あまり期待はできないかもしれないな。ですが、この先、山の反対側に抜けることができるかもしれません。抜けたとて、何があるかはわからないけどな。酸素カプセルも持ったし、ともかく進んでみるぞ。あれ、結構開けた場所に出たかな？なんか、凍った湖みたいだな。氷の中含め、資源は多いかもしれないな。覚えておこう。あれなんか、青い箱落ちてた？ほう？確かに、氷と砂の境目のあたりに箱があるように見えますな。であるならば行くしかねえ。イバン、酸素カプセルを使え。本当だ、確かに、すでにギリギリだな。助かったぜ。で、氷中の鉱石も気になるが、まずは箱か。鉱石は、食べれねえからな。食料は、なしか。もう一箱に期待ですな。しょっぱいね。仕方ねえ、そのまままっすぐ突き進むぞ。酸素カプセルが足りなくなる前に、戻ってくるのを忘れるな。ああ、もちろん。ちょっとこれは怖いが、進むか。随分心細くなるような道ですな。分かれ道か。左側は開けているように見えるな。とりあえずこっちに進もう。あれ、さらに開けた空間に出そうだね。先人の痕跡もあるな。また爆弾採掘の機械ですな。探索したいが、酸素が少ないな。建材は持ってたか？急ぎ、集めないといけないな。もう一本酸素カプセルを使い、あとは居住区画を設置して回復だな。間に合わねえしそうするか。鉄とチタニウム、シリコンを十分量集めたら、建築を行おう。ここに酸素回復拠点を設置すれば、少しは安心できるな。よし、それじゃあ、先人の遺産、いただいていこうか。お、あるじゃねえか食料パック。よかった。ありがとうな、前任者さんよ。おかげで俺は、生きられる。イバンさん。よし、干渉に浸り終わったら、根こそぎ回収するぞ。よく今の流れでそれが言えますね。いいや、回収する。俺のためにも、前任者のためにもな。自分の残したものが、少しでも役に立つ方が、供養されるかもしれないからね。人によっちゃ、俺より先に行くなと思うかもしれないけどな。そうでないことを願いましょう。ちなみにこいつのログはどうなっているんだ？爆発物からの退避で失敗。この間見た機体と、同じログだな。潜在的に、こいつの動作がそうなっているのか。操作する人のテクニックとか、周囲の環境によるものではなさそうですな。機械のバグに見えるね。さて、食料パックも3つ手に入った。フードグロワーの様子でも見ようか。ヘルスゲージで言うと、6割か7割減った頃合いか。73%。食料パック、見つかって本当に助かったぜ。ナス一つの回復量次第だが、念のため、フードグロワーも増設した方がいいだろう。一応、もう2つほど増設していたが、ちょうど素材のアルミニウムも手に入ったし、増設するか。イバンさん、いつの間にそんな準備をしていたんですな。そりゃ、自分が生きるためだからな。それじゃあ、少し俺は、育つナスを眺めながら休むとしよう。これで本当に、一息つけますな。いいや、待て。レーダーの様子がおかしいぞ。なんだろこれ。イバンさん、念のため警戒してください。おいおい、不安になるようなこと、言わないでくれよ。このタイミングで別の災難ってマジかよ。隕石か。こちらからしたら、轟音しか聞こえねえ。着弾地点が、イバンの今いる場所とはずれているのだろうな。不幸中の幸。いいやすまんすぐそこに落ちそうだ。なるほど、こりゃ恐ろしいな。たまたま隕石がぶつかるということがなければ、大丈夫だとは思うが。これが数年に一度のことがたまたまなのか、定期的にあるのか次第ですな。そんなしょっちゅうあっても困るでしょ。たまたまだと願おう。さて、しばらくしたら収まったし、ちょっと着弾地点、調べてみるか。もしかしたら貴重な素材が手に入るかもしれないからな。ちょうどさっき、この正面に着弾しましたな。よくあのサイズで落ちてきて、クレーターとかできなかったね。確かにな。暗くなって見づらいが、この辺りだ。確かに、瓦礫が散らばっていますな。何か、光っているな。マグネシウム。アルミニウム。なるほど、幾分かの資源が、拾えそうだ。そっか、ハンドツールで採集するんじゃなくて、そのまま拾える状態で落ちてるのね。特殊な素材は、ないようだな。強いて言うなら、アルミニウムは貴重だけどな。とはいえ、この星で採集できるものですからね。いいや、アルミニウムはわからんな。
どれも先人のボックスや設備の解体で入手した。その入手手段が、隕石のみだった可能性も否めない。だとすると、定期的に隕石落ちてくることになるけどね。んな推察したって、わからんものはわからん。はは、そうだな。じゃ、戻るとしよう。さて、そろそろ育っただろう。ナスの様子でも見てみっか。成長 100%。ついに、育ちましたな。よかった。これで俺は、生きることができそうだ。回復量は、25だ。いや少なくねえ。待て待て、食料パックが40で、結構待ったナスが25だと。今並行して育てているのがボツなので、125ですな。育つまでに、3個ぐらい食料パック使用したような気がするから、結構今のままじゃギリギリなのかよ。まあ、種は 100% で返ってくるから繰り返し育てられるし。いやまあ、そうだけどよつまり、フードグロワー8個ぐらいまで増設すれば、大丈夫ってことだろ？なら別に、いいじゃねえか。一応ちょっと、食料パックも見つけたわけだしな。今の材料なら、3つは作れるか。まあ、9大点か。しばらくは、定期的な収穫を欠かすな。資源を集めながら、アルミニウムを見つけたら可能な限りフードグロワーを増設するぞ。ああ、わかった。まあまあ、ひとまず、よかったですぞ。食料の次は、一応結構消費しちゃったし水も集めないとね。ああ、そうだな。ちなみに、テラフォームの進み方はこんな感じだ。おや、意外とテラフォーミング指数はいいペースで上がっているな。圧力用のドリルやベジチューブの上位も作りたいが、アルミニウムが必要でな。次に進むには、アルミニウムを手に入れる手段を確立したいということか。まあ、端的に言うとそういうことだ。なるほどな。だがまあ、まずは氷やドロマイト、その他の鉱石を集めるんだな。なんでですか？早くアルミニウム探しの旅に出た方がいいんじゃない？いいや、材料を集めた方がいいだろう。まさかとは思うが、早速拠点の引っ越しを考えているか？お、ご名答、イバンもその方がいいと思っているだろう？すまん、あんま考えていなかった。まあ、致し方ないか。今、あれ的な力でアイテムもたくさん収納できているが、とはいえ、今の拠点ではすぐ手手間になる。平地、例えば拠点右もしくは正面に、今日移すのもいいと思うぞ。まあその2択なら、右の方が平地っぽかったよな。もちろん、移設の際、食料生産が1回リセットされる。その余裕があることが、前提条件にはなってくるけどな。なるほどな。とまあ雑談しながら、結構集めてきたぞ。確かに、そろそろロッカーがいっぱいになりますな。だから、ある程度余裕のある拠点を作った方が、イバンの精神衛生上もいいと思っている。なるほどな。とまあ、そうは言っても備蓄が発生しない限りは、やはり拠点引っ越しの勇気は出ないな。そういうことなら、まあ少しくらい遠出するか。とはいえ離れている間に収穫が遅れるのもな。とりあえずナスでも食べてもろて。うまい。ってなんで浪費させたんだよ。今のお腹の空き具合で、あと4個がいい感じに成長中ですか。確かに間に合わなくもねえか。1回くらい、遠出してもいいだろう。その後、引っ越しを考えろ。ああ、わかった。まあ遠征で収穫が見込まれるのは、この辺りか。優先すべきは宝箱、そしてもしあるならば、アルミニウムだ。この間来た時は、こっち側はまだ探索できていなかったな。場所によって、アルミニウム収穫できたらいいんだけどね。あれ、青い宝箱じゃないですか？よしいただいておこう。話は戻るが、収集できる鉱石に、地域差がある可能性は十分あり得る。ありがたいことにそうでなくとも、こうやって手には入るんだけどな。あと隕石でも手に入りそうですな。隕石はヒヤヒヤするからごめんだ。とはいえ、その方法でしか手に入らないとすると、安定しないよね。そこなんだよな。今後どの程度必要になるか次第だが、少なくとも現状、不足している。フードグロワーに1つ、ソーラーパネルに1つ必要だもんね。フードグロワーの増設のためには結局電力が必要だから、アルミニウムがとにかく必要と。そういうことだ。無論、ソーラーパネルの中にも、アルミニウムを使用しない低コストなものもある。一時的なら、そちらをたくさん設置するという手もあるけどな。まあ、そうだな。後で落ち着いて考える。さて遠征完了。まず優先は、収穫だ。ナスが4つ、ヘルス値としては100だな。まあ、悪くはねえな。で、ここから拠点を動かすかどうかだが。電力も整理してフードグロワー増設も考える必要がある。言う通り、引っ越そう。お、そのつもりになってくれたか。博士は、なんでそんなに引っ越しさせたいの？まあ、狭いの見づらいからな。まあもうそのつもりになったから引っ越すけどよ。なんかもっと交渉な理由ないのか？
いや、イバン、こっちはリモートでイバンの視点を見ているんだ。狭い空間でくるくる回られちゃ、こっちの目が回るだろうが。確かにそれはそうですが、博士、それは完全にこっちの都合です。まあ広い方が、イバンさんも精神衛生上余裕は出そうだけど。まあ、窮屈な空間は精神に来るからな。ここまでそんなこと考える余裕すらなかったが。これ、双方メリットありじゃねえか。なんかパッとしねえな。しかも引っ越そうとした先、よく見ると火山のふもとだしよ。見たことない黄色い何かがありますな。やはり地域によって資源分布が異なるか。足を広げる意味でも、いいじゃないか。なんか無理やりですな。とりあえず、資源の許す限り広めの空間を作ってみたぞ。おお、やるじゃねえか。内装はどんな感じなんです？まだ内装は整えてねえ。順次、こっちに機能を移設する。一旦は、側を作った感じだな。奥行きも結構あるね。3×5 くらいの広さか。フードグロワー、ベジチューブ、ヒーター、そしてモニタ類と収納、それぞれを設置するにはいい広さだろう。フードグロワーは収穫できたタイミングで、それ以外もタイミング見て移設しよう。って、こっちにも出口あるのね。おそらく、用だろう。生活環境を整えた後は、こっちの探索もしたいところだな。できることが広がるかもしれませんな。じゃ、もろもろの移設開始だ。ああ。よし、まずはモニタ類。地面に直置きだったモニタも、机に乗っけたぞ。ああ、少し見栄えは良くなっただろう。じゃ、次だ。フードグロワー、収穫が終わったものから移設を行った。ちなみに、8基に増設した。これだけあれば、少しは安心だろう。あれ、電力はどうしたんです？ソーラーパネルの手合には、アルミニウム必要だったから、ソーラーパネルの手合位置を増やした感じかな？ああ、屋根の手前にあるのが手合1、奥にあるのが手合2だ。というタイミングで夜になったから分かりづらいな。とりあえず動いているから平気ってわけだ。というか、あとちょっとでテラフォーミング指数も17万5000ですな。いいじゃないか、新しい拠点で、青い空を達成して眺める。イバン、お前の作った、青い空だ。今は夜だけどな。はは、そうだな。せっかくだ、間もなく達成というところだが、ベジチューブとヒーターも移設しておこう。ちょうど1区画の幅で、4つ並べられるのな。そうみたいだ。これ、今は移設中だから進みが遅いですが、酸素発生用の植物入れたら一気に指数が増えますな。だいたい17万4000。青い空の基準までもあと少しだな。食料確保に気を取られている間に、企業から与えられたタスクも完了か。案外、楽しかったかもな。数値はどんどん上がっていますぞ。そろそろ、空を眺めるとしようか。また、夜か。いい空じゃないか。皮肉と祝福、どっちに見えるんだ？目標達成、小屋、祝福かもな。ああ、私も、そう思うぜ。おめでとうございます。おめでとう。空はまあ、前々からすでに青くはなっていたが、到着直後とはかなり違うな。ああ、成し遂げられてよかったぜ。お前らのおかげだ。そういえば、お迎えはいつ来るんです？確かに、いつ来るんだ？知らんのかよ。ともかく、まずは目標であるテラフォーミング指数17万5000。そんな目標を達成し、青い空を作り上げた。若き勇者イバンを眺めながら、本日はここまでとしましょう。俺の帰り方。それではご視聴ありがとうございました。